時は戦国。各地に群雄割拠し、多くの武将が天下取りの野望に燃えた時代、歴史の陰で暗躍し、時の流れを変えた者たち、忍び。彼ら忍ぶ者たちの頂点に位置した三つの流れ、霞日向葉隠れを人は忍びの影、すなわち影人と呼んだ。いつまで隠れているつもりだ。いい加減に姿を現せ。外れちまったぜ。まあいい。だがこの長伏山はおいらの領地なんでね。通るんなら懐のものを置いてってもらうぜ。出したくねえなら小僧、ちょっとばかり可愛がってやってもいいんだがな。悪いことは言わねえ。素直に出した方がいいんじゃねえか。ねえ、その汚い手をどけろ。何？霞三法人。三郎、次郎。貴様！やめておけ。頭。そいつにはうぬらでは勝てん。俺がやる。うぬの技前見せてもらおうか。見逃してはもらえんようだな。そういうことだ。仕方あるまい。無駄なことを。俺の剣を止めた。それに今の太刀筋。風なぎが利かぬ。こやつ何者だ。この勝負預ける。承知。頭。加賀日向人軍がただ一人の生き残り、早手の左近だな。日向人軍。そして貴様、先ほどの太刀筋信濃霞人軍のものと見た。
しかし霞の生き残りがまだいようとはな。我らおぼろ衆、貴様らと同じく闇の世界に生きしん者。そしてわしはおぼろ七人衆が一人、三枝陣内、使命により貴様らの命を頂戴する。気をつけろ、奴ら人間ではないぞ。南来俳句用関税音毛差弁小福徳知恵指南接直具尿弁小単小嘘死尿宿式特本就任愛業無人芸関税音毛差税力かほどの権行結界を張れる者がまだこの世に残っておったのか。正気！逃したか。惜しかったの。しかし揃いも揃うて不甲斐なきことよの。御坊が先ほどの経を。なに、礼には及ばん。天下に三流と謳われた影人のあまりの不甲斐なさを見ておれなんだまでのことよ。何故我らのことを。知らいでか。天下に忍びの源流三派あり、霞、日向、葉隠れ、かの三派をして忍びの影三流と称すなり。諸国に散らばりし忍びはこの三派のいずれかの流れを組んでおる。忍びの影にある忍び、すなわちうぬらを影人と称す。じゃがうぬら以上の忍びがおったようじゃのう。御坊は奴らのことを知っておられるのか？さてな。じゃが知りたくば美濃の国遼河山の奥にある葉隠れの里を訪ねることじゃ。葉隠れの里。またセミが鳴き出しおったわい。御坊うぬら、影流の神髄をはよう悟ることじゃ。影とは現れざるもの、姿なきもの、形なきもの、見えざるものじゃ。小手先の型や技にのみ目がいっているようではまだまだ奴らには勝てんぞ。陣内、妖刀の行方を見失うたこと許されはせぬぞ。申し訳ございません。この陣内一生の深く。まあよい。しかし陣内、次なるしくじりは断じて許されん。心してかかれ。お、この陣内一命に変えましても必ず行け。おっ。一月前日向に行った時にはすでに里は跡形もなかった。左近殿、なぜあなただけが助かったのですか？
お主はなぜ助かったのだ？よいな、あやめ。このご神刀を頼んだぞ。兄上、私も最後まで戦いまする。ならん。父上が命に代えてそなたに託された刀だ。父上。そなたはこのご神刀を守り、日向と葉隠れの里へ行かねばならん。奴は俺が食い止める。その隙に里を離れよ。我ら影の三竜が手を結ばねば奴を倒すことはできん。よいな、しかと頼んだぞ。霞を全滅に追いやったあの化け物を打ち果たすためには日向と葉隠れに走らねばならなかった。仇討ちか。お主、葉隠れに行ってどうする？俺たちの里を一夜にして全滅させるほどの敵だ。葉隠れの戦力のみで倒せると思うか？ならばあなたはなぜ葉隠れに行くんです？さて、なぜかな。おい。ああ。死の利はあしらの方にあるがじゃき、うかつにいごかん方がいいぜよ。おにしゃら何者じゃ？里もんじゃないの。すでに葉隠れの手の内か。俺は加賀日向衆のうち早手の左近、そして信濃霞の綾之助、ゆえあって葉隠れの里をお訪ねした。日向に霞？そうか、おまさんら影竜か。ついてきや村に案内しちゃる。待て、そう簡単に我らを信じてよいのか？左近殿中たかの。いつらが前しちょるの。おほうじゃほうじゃ、あしの名前まだ言うちょらだったの。あしゃ葉隠れ一番隊隊長小暮龍馬っちゅうがじゃ。本当に死ぬかと思いました。現にまっことすまさったわい。いや、しかしすごい備えですね。けんどあの森に入られて無事で出られたとは、さすが日向霞両影流の方々じゃの。いや、龍馬殿があそこで出てこられねば今頃は生きておりますまい。そう謙遜なさるな。して度外用があっておいでじゃ。霞に代々伝えられてきたご神刀です。魔を断ち和をもたらす、そう伝えられておりました。しかし我が里を襲った化け物に対しその力はなく。玄雄斎殿、私にお力をお貸しくださいませ。霞の無念、何としても晴らしたいのです。何とぞ。
日向と霞の里が全滅したことは聞き及んじおります。その子たち魔を立ち和をもたらす地申されたの。わしら葉隠にも同じように伝わる法灯があるんじゃよ。龍馬が持つその槍がそれでの。玄雄斎殿、それなればこの太刀にもそのような言い伝えがあったと聞き及んでおります。かつてわしら三派は一つじゃったと聞く。それぞれの剣はその証やもしれんの。家訓により名護を互いに交わりを立ってきたきにその真意はようわからんが。それでは。じゃけんどその前にその化け物の正体を見極めにはならんじゃろう。それにお二人を襲うたちゅうおぼろ衆についても。親父殿、おぼろ衆が疎外化け物と関わりがあるとすりゃ二つを操るは信長っちゅうことになるがです。信長？そうじゃ。おぼろ衆は信長の隠れ兵じゃき。たかが小国終わりの一大名に過ぎん信長の破竹のごとき進撃はその裏で暗躍する奴らおぼろ衆あればこそじゃき。武田信玄の急死、比叡山の焼き討ち、そしてつい先日の石山本願寺の失火、その全てに奴らおぼろ衆が動いちょると足は睨んじょる。その上あしら影三流のうち霞と日向を全滅に追いやったかが信長じゃとすりゃ。しかし霞の里を襲ったのは巨大な三つ首の化け物でした。いくら信長といえどもそのような化け物までをも操ることができるのでしょうか。織田信長が家臣の者に陰で何と呼ばれておるか知っちょるか。魔人じゃ。残虐非道のせいばかりではない。奴にはどこか得体の知れぬところがあるっちゅうんじゃ。まっこと信長があしら三流の殲滅を図っちゃるとすりゃおぼろ衆と化け物の次に狙うわ。この葉隠じゃろう。積もる話は背中でも流しおうてゆるりとやろう。ああ。どうなさいました？度外したがじゃ。私は少し夜風に吹かれてまいります。綾之助様。度外したんじゃわ。桔梗さん、この里は良いところですね。こうしていると霞の里を思い出します。霞も山里で夏の夜にはこんな風に蛍が水辺にいっぱい飛んでとてもきれいに光るんです。小さい頃はそんな蛍火がとても不思議なものに思えて、いつまでもこんな風に水辺に座って蛍を見ていたものでした。そうやっていると決まって兄上が迎えに来て、まだ見ているんだと泣き出す私をいつもおぶって家まで帰ってくれるんですよ。いつまでも私は泣き虫で、そんな私にいつも兄上は黙ってそばにいてくれて、何をやっても私はできなくて、兄上は何でもできる人で、それなのに私一人が生き残ってしまって。おぼろ衆じゃちこの里に入り込むがちっくと骨じゃきの。度外した。血の匂いだ。何？龍馬殿、奴らだ。何？
俺が引き受ける。皆に知らせられい。ほんなら頼んだぜよ。敵襲じゃ。みんな表に出え。みんな表に出るかじゃ。龍馬様、一体何があったのですか。敵が入り込んだかじゃ。兵士も早うみんなを表に逃がし通せ。頼んだぜよ。はい、親父殿、親父殿。親父殿、来るな。こやつはわしに任しちょけ。皆を頼んだぞ、龍馬。親父殿、おさらば。おい、龍馬殿や玄雄斎殿は。おう、みんな無事じゃったか。4、5人やられたらしい。それより玄雄斎殿は。それがお屋敷の方が。お西原許さんぜよ。こやつらをいくら切ったところで拉致があかん。陣内め、どこだ。今宵にて影竜三派ことごとく滅び去る。三枝陣内、陣内、なぜ我らを襲う。信長は何を企んでいるんだ。この間の小わっぱは死にゆく者に語る言葉などないわ。乗れ。貴様ではわしは倒せん。勝負せい。バカめ。綾之助様。よかった。死んでしまわれたのかと思いました。桔梗さん。なんぜよ、俺は。あれが。綾之助様、私は大丈夫です。行って戦ってください。私はここで待っています。だから。何を言っているんだ。あなたを放っておけるわけないだろう。桔梗は幸せでございました。桔梗さん、死んじゃダメだ。桔梗さん、桔梗さん。
綾之助、何をする気だ。綾之助、下がれ。お前の腕では無理だ。でもいい。あいつだけは命に代えてもこの手で。ようやく三頭が揃うたか。私を慕ってくれたこの少女の死がまた一つ私の胸を締め付けていく。桔梗さん、桔梗さん、桔梗さん。天正8年、夏ももう終わろうとしていた。気をつけるに越したことはない。伊賀人に加勢しようとした忍びは信長配下の忍者軍にことごとく撃ち殺されたと聞く。それに奴ら人にあらずとも。うぬら風魔忍びか。うぬら伊賀に走るつもりであろうが生かさぬ。貴様か。伊賀人に加勢しようとした忍びをことごとく撃ち殺したというのは。いかにも。おぼろ七人衆が一人、怨霊の刑事。蘭丸、おぼろ衆は何をやっておるのだ。たかだか伊賀一国を落とすにいつまで手間取っておる。申し訳ござりませぬ。忍びどもの抵抗ことのほか激しく。そのようなこと聞いてはおらぬ。何のためにわしが信雄らに命じて4万もの兵を出させたと思うておる。やはりわし自ら出陣せねばならんかのう。それはなりませぬ。各地の忍びどもがこの1年ばかりのうちに殿を狙う素振りを見せたのも、もとより殿を伊賀まで攻め込ませ逆に御首を狙おうという算段。伊賀の地を取り巻く結界の中ではおぼろの力を操ることさえ叶いませぬ。今動くは奴らの思うつぼにござりまする。そのようなこと分かっておるわ。しかしお主の言う結界破りの秘策とやらが一向に進まぬゆえ申しておるのだ。それなればもう動いておりまする。何？伊賀国境に潜みし源蔵と政子により23日中には
伊賀衆に致命的打撃を与えてご覧に入れまする。時に天正9年夏、後に天正伊賀の乱と呼ばれる伊賀最大の惨劇の幕が信長の手によって切って落とされた。ひるむな、撃て！そしてこの惨劇の渦中に我ら影三流の姿もあった。本降りになったの。これで信長軍の動きもかなり鈍るっちゅうもんじゃ。おかしい。我らしか知らなずの道からなぜ信長軍が攻めてくるのだ。密告者がいるのか。そんな。おぼろ衆か。ここはもう伊賀と近江の国境。こんな外れに潜んでいたのか。来る。影人、おぼろ七人衆が一人、音羽の現像、踊れ。そう、ここももうダメか。この1年我らがやってきたことは何だったんだ。このままでは伊賀は全滅してしまう。これまでの信長への陽動作戦、全て敵に漏れていたということだな。左近様、あれは。甲賀忍者がなぜ。邪魔が入ったか。待て！桔梗。甲賀のお方がの。わしの名は。私甲賀和田家の佳代と申します。影人の皆さんとは後ほど改めてお目にかかります。わしらのこと。
失礼いたしました。はっ。では左近殿は甲賀衆が織田方についたと言われるのか。おそらく。いや、間違いありません。あれは紛れもなく甲賀衆でした。なるほど。伊賀と古くから盟約を結んでいた甲賀衆が敵に寝返ったのであれば、ここ数日の戦いも納得がいく。確かに伊賀への忍び地がことごとく敵の手に落ち、各地からの援軍はおろか甲賀との連絡すら取れない。さよう。我が里が孤立無縁になっておるのは疑い得ぬ事実でござる。高野山との密約も信長の聖殺しにより阻止され、この1年を振り返ればことごとく我らの計画は裏目に出ております。なるほど。敵に情報を漏らした者がいる、そう言いたいのだな。ちっくと全うせや蘇我雄たち、わしは甲賀が裏切ったとは度外しても思えんのじゃ。御大将、再び信長軍が攻撃を開始いたしました。何？桃地殿。あの時の？甲賀21家の代表として参りました佳代と申します。甲賀の言葉を聞こう。はい。甲賀21家のうち数家は残念ながら信長に屈服しました。しかし残された我ら一致団結して甲賀の地を守り、断じて信長軍を伊賀へは入れさせませぬ。断じて裏切りはないと？はい。安土から伊賀へは甲賀を通るが最短の距離。しかし我ら甲賀衆がその進路を断てば、信長軍の大半が足止めを食らうことになりましょう。しかし安易に甲賀の言葉を信じるわけにはいくまい。いや、その人には今朝方わしら命を助けてもろうた。信じても構わん。さてどうだかな。この佳代は幼い頃甲賀に嫁がせた私の妹だ。しかしそれだけが私が甲賀を信じたい理由ではござらん。かつてこの地に里を置いた初代桃地丹波はこう記している。大いなる山々に囲まれしこの地に結界を結ばん。いつの日にか怪しき星の天空を先し時のために、結界の利かぬ鬼門には腹からを拝し、甲賀と呼びて魔性の力を阻止せん。すなわちもとより甲賀は我らが同胞。私はその甲賀を信じたい。皆の意見は？桃地殿がそう申されるならば。しかしとなると敵に情報を漏らしたのは誰であろうな。むしろ甲賀衆をいたずらに疑わせようとする者。俺や左近様を疑われるのですか？いや甲賀が潔白なればそういう考え方もあるということだ。誰の妹だろうと甲賀が怪しいことに変わりはあるまい。おやめくだされ。私は誰も疑ってはおりません。もし裏切り者がいれば、その者は忍びの掟に裁かれましょう。甲賀口よりの信長軍進撃はない。主力が足止めを食らう今こそ、敵を完膚なきまでに叩き潰せる時だ。打って出て成功するのは甲賀が敵でなかった時だけだ。俺はそんな戦には参加できん。悪いが勝手に行かせてもらう。待て左近、みんなが力を合わせて立ち上がろうっちゅう時に何考えちゅうがじゃ。俺は犬死にする気はない。おっしゃー、わしらの戦いを犬死にっちゅうがか。左近様。左近、
どうしても行くのか？なぜだ？お主も里を焼かれ仲間を殺されたのではないのか？この伊賀は今我らの里と同じ道をたどろうとしているのだぞ。それが分かっていながらなぜこの戦いを続ける？この戦いが何のための戦いだったのかをもう一度考えてみろ。綾之助、絶対に死ぬな。生きて必ず信長を討て。それがお主の悲願だったはずだ。左近。綾之助、もうこれで会えなくなるかもしれぬ。お主の本当の名を聞いておきたいものだな。あやめ、霞のあやめ。あやめか、良い名だ。死ぬなよ、あやめ。はい、俺は伊賀の下人ですから。この戦勝ちはないぞ。砦に集合だ。おう、急げ。俺は逃げるわけにはいきません。この里に生まれた時から俺は仲間と共に生きてきたのですから。そうか、辛いところだな。はい、頑張れよ。左近様もお達者で。出陣の前にお二人にお話ししておきたいことがござる。先国北伊賀の上人藤林長門守とその一門を紀伊の根頃路へお忍びさせました。何じゃと？この戦我らに勝ちはありますまい。何を言うちゅんじゃ。わしらがその気で戦うたら増票の2万や3万取るに足らんぜよ。いや、そうではござらん。もとよりこの戦は信長をおびき出すを第一としたものでござった。それが望めぬ今、目先の敵をいくら倒したとて我らの勝ちはありますまい。しかしたとえ伊賀の全てを失おうとも伊賀の忍びは滅びません。影三流が生き続けるがごとく我らの血もまた受け継がれまする。父上が命に代えてそなたに託された刀だ。そなたはこのご神刀を守り日向と葉隠れの里へ行かねばならん。よいな。もう一つお二人に伝えておきたいことがござる。はい。先ほどお話しした初代桃地丹波の記した記述に影三流の妖刀の伝承に触れた項目がござる。それによれば今より数百年もの昔に妖精の出現と魔人の復活を予言した古文書があったと記されておりまする。妖精を昨年のほうき星、魔人を信長とするならばこの妖刀伝を知ることが信長を倒す近道かと思いまする。妖刀伝。しかしどこへ行けばその内容を知ることができるのでしょうか。荒野の地に口伝えで受け継ぐ者がいたと聞きまするが。荒野。話はこれまで。名張の風組水産。
将、甲賀口が破られました。バカな、甲賀衆はどうした？それが先導しているのは甲賀の精鋭。何じゃと？おじゃ今何ちゅうた？甲賀口からなだれ込む敵を食い止める手だってなく。そんな。すべて焼き払え！大麦本体とも残したらならん！いい話！ババア！おい、しっかりしろ。甲賀にたばかられました。はっ！左近様、かよ、そんな。なぜだ、かよさん。おぼろ七人衆が一人、平野又子の人操り見抜けなんだか。つまり裏切り者はかよだったということか。操られているだけだ。この戦、我らの完敗でござったな。だがお二方にはまだやらねばならぬことがござろう。奴は我らが引き受けた。さあ逃げられい。うわっ！伊賀名張の忍びが使うという秘宝風魔の陣か。バン！はあ！やったか。何をやっている。早く逃げられ。かよ、敵に身を奪われたは己が未熟。これも定めだ。共に死んでくれ。伊賀忍法爆雷神。かよ殿。かよ殿。兄上。しっかりするんじゃ、かよ殿。この妖刀の力を使ったのでは龍馬殿まで巻き込んでしまう。かよ殿。殺して。
さん、本当はそうやって泣きたかったんじゃろうの。泣きとうて泣きとうて、それでも泣くことはできずった。つらかったんじゃ、苦しかったんじゃろう。今楽にしちゃる、楽にしちゃるきのう。龍馬殿。桔梗。龍馬殿が泣いていた。多くの仲間が死に、それでも皆必死で2ヶ月の長きを戦い抜いた。それでも負けることだってある。負けることだってあるのだ。だけど左近、我らは逃げるわけにはいかない。逃げるわけにはいかないじゃないか。翌天正10年6月2日、明智光秀が本能寺の信長を襲った。伊賀の地を離れ、妖刀の伝承を知るために荒野の地へ走った我らを、そこで迎えたのは、かつて左近との出会いの日、我らを助けてくれた旅の僧、龍安殿であった。妖精天掛天を二分せしとし、毛の地の深みより黒の魔人よみがえらぶ。戦火の大地は赤き血の色に染まりて、風なる者たちの血と肉と御霊をもすすり、そのとどまるを知らず。今信長を討たねば取り返しのつかぬことになる。本能寺の豪華の中、その思いが我らを急がせた。信長、覚悟。影武者。信長め、またしてもわしらをたばかったがか。信長！天下一のにぎわいと言われた安土城下がこれほどまでに静まり返るとはな。本能寺以後、人々は迫り来る言い知れぬ不安を感じ取っているのかもしれぬな。左近のやつ、とうとう気やせざったの。そうか。妖刀伝を聞いたか。古よりの我らの定めを感じた気がした。
そしてなぜ信長が我らを根絶やしにしようとしたのかも。しかしなお人の世に魔を封ずる身振りの剣があり、一つを太刀のもの、また一つを矛のもの、そして一つを小太刀のものとして世の影の流れに伝わりぬか。そうだ。今こうして我らが信長と戦っていることも遥か古より定められたことだとすれば、今こそ定めに従い奴の野望を打ち砕かねばならぬはず。定め定めか。お主本気でそう思っているのか。ならば我らの里が全滅したことも定めなら、お主が女を捨てたことも定めなのか。どこの誰が決めた定めかは知らぬが、お主は本気でそんなもののために命を懸けて戦えるのか。そんな理屈を言っているのではない。だが霞の里が全滅し、ご神刀を託された私一人が生き残ったのも事実だ。だからお主が仇討ちをするのも当然か。何を。血迷ったか左近。俺は定めのために生きてきたつもりはない。まして死ぬためにでもな。あやめ、もう一度考えてみろ。何のために戦っているのかをな。綾之助殿、どないした。すまぬ。おじゃ蓬莱堂から戻って以来ちっくとおかしいぜよ。両安和尚から妖刀の伝承を聞いて、おじゃ左近を解き伏せるちゅうて飛騨に走った。けんど帰ってきたお医者は左近の話が出るたんびに黙り込んでしまう。一体左近との間に何があったかじゃ。あいつは負けることが怖いのだ。何を今さら。とにかく左近が当てにできぬ以上、我らだけで信長の首を取るしかあるまい。残された機会は今夜のみ。城内に残りし日向殿の軍勢すべて討ち取ったとの知らせ。これであとは時を待つのみだな。御意にござります。影のバカどもが日向守までたぶらかしてわしを狙ったようだが、所詮奴らにわしを倒すことなどはできん。蘭丸、もうしばらくの辛抱だ。よろしく頼むぞ。はっ。殿の恩義、我ら残りしおぼろの命に代えまして。もうすぐだ。もうすぐわしは真の魔神の力を手にすることができる。お主いつまでそうしているつもりじゃ。そんなことをいつまで続けても無双など悟れはせんぞ。
いつまで待たれても俺は今動くつもりはありません。綾之助も龍馬もお主を待っておるのだぞ。いや、もうすでに待ちきれず魔神の復活の前に信長自身を倒そうと数度にわたって奇襲をかけておる。じゃが今の奴らでは敵を倒すことなどできはせん。真の魔神の復活を食い止めるには絶対にお主とお主の刀がなくてはならんのじゃ。左近、お主本気で奴らを見捨てることができるのか？たわけた奴らよ。つまらぬ意地や誇りのためにむやみに戦いを挑み、そのために死なずに済む者まで死なせてしまった。奴らは一体何のために戦っているのだ。あの時も伊賀の総勢が生き延びるため、逃げ延びるための戦いであれば、俺はいくらでも命を懸けてよかった。まあどちらにしろ今の俺では奴らの足手まといになるだけだ。霞風つむじ。影人、そう簡単にここを通れると思われては困る。おぼろ衆か。いかにもおぼろ七人衆が一人隠形の騎兵陣。影人とはその程度のものか。妖刀がなければどうともなるまい。芸人たちの餌にでもなってもらおうか。この程度のやつにやられたとはどうもたわいなきやつ。遊びは終わりだ。成仏せい。貴様は何者だ。影は一つにあらずか。そういうことだ。左近、何をしている。こやつは俺が引き受けた。先に行け綾之助。すまぬ。させぬわ。ほっ。少しはできるようだな。だがその自慢の妖刀、光がくすんでおるわ。
どうやら間に合うたようじゃのう。ごぼう、いつの間に。なんちゅうむごいこと。幻か。どうなっちょるんじゃこれは。おまさん幻じゃないがか。おまさんどないしたんじゃ。そういうことか。うっしゃ小賢しい芝居をしよってからにもううんしゃらの手には乗らんぜよ。じゃあ、まだたばかるかか。うんしゃら汚すぎるぜよ。やるしかないじゃいか。なんでじゃ。ランマル、頭が割れるか。アマテラス二つの狼、闇に食われ儀式星の天空の王となりして。ランマル、なんとかしてくれ。頭が割れるようだ。ランマル。殿、それでよいのです。それで。うわ綾之助、ここはわしが進めだ。お主は早く信長の首を。ごぼう、行け、早く信長の首を。すまぬ。行け、そして信長の首を。なんだ。我らおぼろ514年の祝願かなえり。これがお主の役目はもう終わった。何？もう勝ち目はないわ。早めま
だ戦うつもりか。真の妖刀の力を出せぬ貴様など敵ではないわ。どけ！どがるか！キャー！貴様の力など所詮その程度のものよ。これで終わりだ。やめ。やめ。の剣一つとなりて魔を断つなり。見事な戦いぶりだったな、影人。森蘭丸。とうとうおぼろ七人衆も貴様一人になったようだな、蘭丸。何か考え違いをしているようだな。おぼろ衆などもうとうに死に絶えておるわ。わからぬ。一人は美の葉隠れの里において陣内、そして伊賀で玄蔵と政子、さらに先ほど八角平で鏡、仁王門で喜平地、そしておぼろ最大の魔神織田信長がうぬらの手によって倒された。そして残る最後のおぼろとはうぬらをこの地へ導きし者。ようやく分かったようだな。だが両安も信長同様、自らがおぼろ衆であることは知らなんだはず。そして我が与えた記憶に従い、黒き魔神を打ち果たすためうぬらを導く使命を務めてくれた。月食によってこの地が妖精の影響を最も強く受ける今宵のために。黙れ！誰事はやめろ！その力、我には効かん。なぜならその妖刀もまた
我が与えし者なれば。バカな。貴様は仲間を殺させるために我らにこの刀を与えたというのか。それも数百年もの昔に。その通りだ。何故にウヌラの里を全滅させ、ウヌラ3人のみを生き延びさせたのか。何故伊賀を甲賀によって根絶やしにさせたのか。ウヌラの愛する者たちを何故信長に殺させたのか。そしてその思念を力へと変える者、それがウヌラの持つその妖刀だ。見ろ、ウヌラの思念とおぼろの思念がぶつかり合った時に生じた巨大な力が時空次元を歪ませ、冥府魔道が開かれた。そしてウヌラはよく働いてくれた。我が与えし定めに従い、見事に黒き魔神を打ち果たしてくれた。ざる事はやめろ。愚かな影に。兄上が命に代えて託されたこの刀は何だったのですか。私はこんなことのために戦ってきたのではない。ウヌの役目もこれで終わりだ。兄上。成仏せい。何をやっておるのだがやめ。忍びとは命尽きるまで勝負を捨てるものだ。左近、もう一人生き残っていたということか。左近、しっかりしろ。霞の綾之助参る。早まるな、あやめ。死に損ないめ。我が手にかかりしこと本望と思え。待て。お主の相手は俺だ。ウヌの相手はこやつのとどめを刺した後ゆるりとしてくれるわ。さあ、日向無双流、早手の左近参る。よくぞ我が太刀をかわした。しかしウヌの体、もはや次なる攻めをかわすことかなうまい。逃げろ。ウヌらのブーンもこれまでだ。何。バカな。俺の試練とあしらの試練がぶつかり合うてあの穴ができたっちゅうだの。じゃったら
同じことがもう一遍起きりゃあの穴は塞がるやもしれん。そういうことじゃろうが。龍馬殿。愚か。黒き魔神など存在しないのだ。黙れ！魔神なんぞおらんじゃち。足の思いであがいなもの塞いでみせるぜよ。左近、綾之助、足元こやつをやれ！龍馬殿！ナム、オーライ！閉じてゆく。冥府魔道が閉じてゆく。左近！左近、しっかりしろ！左近！やったな、あやめ。やった。これでお主も女に戻れそうだな。お主には言いたいことが山ほどあったはずなのに何が言いたかったのか何も思い出せぬわ。お主の説教なら後でゆっくり聞かせてもらうさ。そうだな。お主とは一度ゆっくり男と女の挨拶でも交わしながら話をしたいものだ。あ、それも悪くない。今度は張り倒されぬようにせぬとな。あやめ、見ろ、月がまん丸だぜ。静かだな。ああ、静かだ。天正10年6月15日、安土城消失。ここに私の旅は終わりを告げた。左近、私は霞の里を旅立った時から心のどこかで自分の死に場を求めていたような気がします。でも今はどんなに辛くとも必ず生き抜かねばならぬ、そう思っています。あなたが全てをかけて救ってくれた命だから。きっとあなたはそのために戦ってくれたのだから。ならいつだってできるはずだから、せめて瞳を
はうつむかないで空へ飛ばしていろんな悲しみあるけれど涙忘れよう微笑むあなた胸にしまって今は風になる決して一人